皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。今回は話題の新作高自由度ファンタジーアドベンチャー RPG デュエットナイトアビスについて現在絶賛ベータテスト中で先行プレイさせていただきましたので、デュエットナイトアビスどんなゲームなのか概要を含めプレイレビューしたいと思います。ということでチャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは二面性のあるストーリーデュエットナイトアビスどんなゲームなのか曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。まずはタイトル概要から。タイトル名デュエットナイトアビス、通称デナービ、リリース日は未定、ジャンルは高自由度ファンタジーアドベンチャー RPG、 開発はヒーローエンターテインメント傘下のパンスタジオ、プラットフォームは iOS、Android、PC。 本作は魔法と機械が共存する世界を舞台に主人公月狩り人と夢に現れる謎の少年の運命が交差し、過酷な世界を旅しながら生き抜く物語が展開されます。本作の特徴は全キャラクターが全ての武器を扱え、戦闘中にシームレスに切り替えが可能な点。近距離と遠離武器を自由に使い分けることで爽快感のある戦闘を楽しめます。さらに360度移動可能なフィールドではスピンジャンプやスライディングなどのパルクールアクションが駆使でき、自由度の高い探索が可能。また装備システム魔のくさびによりプレイスタイルに応じたスキルやアクションのカスタマイズもできます。2024年の小規模テストでは移動の自由度や爽快感のあるバトル、ランダム生成のダンジョンが評価され、9月の TGS ではグラフィックの向上や新キャラクターの追加が発表。さらに現在開催中の第1回ベータテストでは二面性のあるストーリーの本格解禁に加え、マルチプレイモードやペットシステムなどの新要素も導入され、より一層ゲーム性が高くなっています。ここまでが今まで公表されてきた概要となります。ソーシャルゲームラボ。続いてはプレイレビュー。レビュー内容はこちらの8点。主なコンテンツとゲームサイクル、二面性のあるストーリー、魅力的なキャラたち、全武器装備可能、魔のくさびについて、全方位立体戦闘、必要スペック、まとめ。それでは一つずつ見てまいりましょう。まず主なコンテンツとゲームサイクルですが、本作には9つの主なコンテンツがあり、メインクエスト、サブクエスト、素材収集クエスト、育成要素、武器や素材の生産、高難易度ボス戦、定期イベント、チャレンジクエスト、ガチャとなっていて、ゲームの基本サイクルはストーリーを進め、行き詰まったら育成や強化を行い、石が溜まったらガチャを引くという基本的な流れです。最終的な目的は高難易度ボス戦の制覇となります。その他のコンテンツは育成や生産に必要な特殊素材の入手がメインとなるので、ストーリークリア後のやり込み要素として楽しめるようになっています。まずは真っ先にストーリーをクリアしてエンドコンテンツを楽しむのが効率的にも良いかと思います。次に二面性のあるストーリーについて、本作の物語は謎に包まれた月狩り人と夢の中の少年、二人の視点から描かれる壮大なマルチアングルストーリーで、それぞれの物語の概要を軽く解説。重要なポイントは省略しつつもネタバレ含む要素なので、少しでもネタバレしたくないって方はスキップしてください。それでは解説すると、一人は月狩り人、もう一人は夢の中の人物。以前考察した内容では、夢の中の人物っていうのがあくまでも精神的な存在で別人格なのかなって思ってたんですが、普通に存在しておりました。ということで、それぞれの物語の概要は、まず月狩り人の物語は、静かな村で平和に暮らしていた月狩り人と親友。ある日突然、銃の襲撃に遭ってしまい、必死に逃げようとするも、帝国兵の奇襲により二人は生き別れに。ここから物語が始まります。気がつくと主人公は数千キロも離れたヒュペリア北部最大の都市アイスレイク上で命を拾われ、親友を救うためにいろんな試練を乗り越えながら力をつけ、奪還に向けて準備を進めていきます。その中で仲間ができ、共に戦うことで絆も生まれ、ただ楽しいことばかりだけではなく、別れや悲しみを経験しながら主人公は月狩り人として成長していく。果たして親友を取り戻せるのかといった感じ。そしてもう一人の主人公、夢の中の少年の物語の概要は、帝国軍の若き隊長で周りから信頼される存在。とある作戦の最中、同盟国の裏切りに遭い大ピンチに追いやられてしまう。なんとか仲間たちと合流し作戦の遂行を目指すが、次々と困難が立ちはだかり、仲間の犠牲を乗り越えながら進み、ついに裏切りの真相と陰謀の核心に迫ります。
戦場で生き延びながら彼が見つける真実とはといった感じでね。この2つのストーリー最大限に引き立てている要素が、ただの奪還の旅や脱出劇じゃなく、悲しみや怒り、衝撃的な犠牲が織り込まれていることで、物語に深みと重みが出ていて、読んでいるうちにどんどん引き込まれて、ここで終わるの？続きが気になるってなるような、そんな展開が仕掛けられています。さらにストーリーの合間に挟まるアニメーションやムービーのクオリティがすごい。カメラワークやカットの演出が細かく作り込まれていて、没入感が半端ないです。そして何といっても登場キャラクターがめちゃくちゃ魅力的。みんな個性があってかっこよかったり可愛かったり一癖あったり、一流の声優陣によりキャラクターの魅力を一層引き出すことで、さらに物語を盛り上げてくれます。伏線も絶妙に散りばめられていて、このキャラまたストーリーに絡んでくるのかな、プレイヤブル化するのかなとか、ワクワクが止まらないです。壮大なスケールと巧妙な伏線が絡み合い、この2つの物語がどうやって絡み合っていくのか超気になります。ぜひストーリーはスキップしないで楽しんでほしいところです。続いては魅力的なキャラたち。本作には様々なプレイヤブルキャラがいて、どれも特徴豊かなキャラが揃っています。食料補給艦やゴミ拾いの姫様、仕事とサボりを巧みに使い分けるバランス感覚の持ち主などなど、さらにプレイヤブルキャラ以外にも一癖二癖ありそうなキャラたちがいて、どれも魅力的でストーリーにどうやって絡んでくるのか大変興味深いところで、必ず推しとなるキャラが出てくると思います。ちなみに僕の推しは呼吸と質量警備部隊水晶リズムですね。マジ可愛いからプレイヤブル化したら課金間違いなし。そして記憶の断片システムによりキャラの好感度上昇に伴いキャラクター独自のストーリーと会話が楽しめるのも魅力の一つ。これによってさらにキャラの魅力が深掘りできますね。続いては全武器装備可能。本作には様々な武器が用意されていて、近距離武器は分かった範囲で6種類、遠離武器は約7種類だけど、効果の違う例えば火炎放射的なものやレーザー的なものもあるので、ぶっちゃけ何種類になるかは不明。これらの武器を縛られることなく自由に使うことができ、状況に応じて使い分けることが可能。キャラクターの短所を武器で補うことも可能なので、うまく組み合わせることで戦況が大きく変わります。プレイしてて思ったのが、結構敵がワンサか出てくることが多いので、一掃できる武器が使えると良いと思いました。特に範囲スキルを持っていないようなキャラにはおすすめです。当然範囲スキル持ちのキャラに持たせることで、さらに殲滅力が高くなるので有効です。でね、レアリティの高い武器になればなるほど、その効果が実感できるので、頑張って生産するのもありかと思います。余裕があればガチャで入手も可能。ソーシャルゲームラボ。次に魔のくさびについて。育成強化要素でレベルアップや限界突破はもちろん、本作独自の育成システム魔のくさび。魔のくさびは装備することでステータスの上昇やパッシブスキルの適用といったメリットがあるため、複数装備させることが基本となります。キャラ、近接武器、遠離武器、それぞれ最大9個、同調武器には4つ、合計31個まで装備が可能となっています。なので結構な数の魔のくさびが必要となると思うのですが、操作キャラが装備中の魔のくさびはパーティーメンバーにも装備させることができるので、装備しているので使えませんということはないのが嬉しい仕様。また入手した魔のくさびには数値的なランダム要素がないので厳選が不要となります。なので厳選という結構きつい周回が減るのは嬉しいですよね。そして魔のくさび収集に関するクエストはスタミナ消費がないのも嬉しい仕様ですよね。持ってないくさびを手に入れたいって時なんかは割と簡単に入手することができるかもしれない。魔のくさびのレアリティが4以上になるとルーンが実装され、スロットの組み合わせによってコストが増減します。専用アイテムを使用することでスロットのルーンを変更することも可能。数多く高レアな魔のくさびを装備する場合はルーンの変更は必須となります。さらに魔のくさびは最大3から5段階のレベルアップが可能で、強化することでステータスとコストが上昇します。魔のくさびをうまく組み合わせることで自分のプレイスタイルに合ったキャラを作ることができます。続いては全方位立体戦闘について。バトルは自由度が高くスピード感のある戦闘が可能で、縦横無尽に移動しながら戦闘を行うことが可能。それを可能にしているのがスピンジャンプを組み合わせた立体移動。
これをうまく戦闘に組み入れることで戦闘の幅が大きく広がります。面白いなと思ったのが、ちょっとプレイヤースキルが必要になるんですが、スピンジャンプを行う時にカメラ視点を地面に向けてスピンジャンプをすると上空に高くジャンプすることができて、上空からの遠離攻撃が可能になり、滞空時間が長くなります。こういった要素を駆使することで平面の戦闘がより立体的になり、戦術の幅が広がってきます。なのですごいスタイリッシュな戦闘も可能ですね。スピード感を出しながら立体的な攻撃を仕掛けつつ、フィニッシュを決めた時の達成感はやばい。人に見せたくなってしまう。またキャラによってはスキルで空を飛ぶことも可能なので、そういったキャラを使うとまた違った戦闘ができます。ただ一点、対空中に敵の攻撃を受けると簡単に撃墜されるので、なるべく敵の攻撃をかわした後に行うと良いです。特にボス戦では撃墜されやすいので注意が必要。次に必要スペック。必要スペックはこんな感じで、必要があれば一時停止してみてくださいませ。全体見ても最小スペック自体はそこまでハードル高くないので遊びやすいと思います。といいことばかりお伝えしてますが、ここまで来て気になる点をお伝えすると、ソーシャルゲームラボ。やはり通常時の移動速度に関してもっさり感が否めないです。もっと早く移動できたり、スピンジャンプと組み合わせることでかなり爽快感が得られるかなと思います。オープンワールドではないからスピードはそこまで必要ないかもしれないけどもね。次に気になったのが、ゲーム進行には影響ないんですが、要所で発生するチャレンジミッションのスピード挑戦というのがあるんですが、時間内にガイドに従って目的地に到達すれば OK という至ってシンプルな内容にもかかわらず、突然難易度の高い内容のものがあったりして、やり直した回数が数十回にも及んだものがあり、さすがにこの難易度はないかなと感じました。あとボス戦における遠離武器の弾切れですね。魔のくさびの効果である程度弾薬を持続させることはできるんですが、編成キャラが弾切れした場合、攻撃手段がスキルのみとなるので、今後の調整に期待したいところです。それではデュエットナイトアビスのレビューをまとめると、自由度の高い戦闘と壮大なストーリーが楽しめるファンタジー RPG。2人の主人公がそれぞれの視点で物語を進めていくスタイルで、予想外の展開や伏線がたっぷり仕込まれていて、めちゃくちゃ引き込まれます。戦闘はどのキャラも全武器を装備できるのがポイント。近接武器と遠離武器を自由に切り替えたり、スピンジャンプやスライディングを駆使してスピード感のある立体バトルが楽しめます。うまく組み合わせればどんなミッションにも対応できるので、戦略の幅が広がるのが楽しい。育成面では魔のくさびを使ったキャラ強化が鍵。スキルやステータスを自由にカスタマイズできるので、自分好みの戦い方ができるのが嬉しいポイントです。レア装備やルーンの組み合わせ次第でかなり個性的なキャラが作れます。さらにアニメーションやムービーのクオリティも高く、キャラもみんな魅力的。豪華声優陣の演技も相まってストーリーがよりドラマチックに感じられます。戦闘、ストーリー、育成のバランスが良く、やり込み要素も満載なので、じっくり遊びたい人にはめちゃくちゃおすすめです。ソーシャルゲームラボ。はい、今回は高自由度ファンタジーアドベンチャー RPG デュエットナイトアビスについてプレイレビューしてまいりましたが、いかがでしょうか。前回先行テストに比べかなりブラッシュアップされ、より洗練されて楽しめる内容になっていました。また今回のベータテストの結果により一層ブラッシュアップされると思うので、今後さらに期待が持てる作品になると思います。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録してないっていう方はぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。